はい、こんにちは。ひろこパンのひろこです。今日はベーコンペッパーロールを作りたいと思います。パンです。フライパン、中フライパンとインダクションレンジだけで作るオーブンを使わずに、フライパン1個で作るパンを作りたいと思います。はい、材料です。ベーコン、強力粉、ピザ用チーズ、ドライイースト、砂糖、お水、お塩、胡椒、オリーブオイルです。はい、じゃあ作っていきたいと思います。フードプロセッサーにこのまずねドゥーブレードをセットします。生地を作っていきますね。でドゥーブレードをセットしてここにまず強力粉が強力粉は 250g 入ります。いいよ。はい、250g。そしてドライイーストが4g。はい。で砂糖と塩も 4g ずつ入ります。はい。でオリーブオイルどんだけだっけ？小さじ2入れます。1、2入れる。はい。でそして蓋を閉めます。そしてここへぬるま湯を準備しておいて、ぬるま湯 140cc かな。はい。でこれ混ぜながらここに穴が開いてるんですけど、ここから少しずつ注いでいきます。はい、ちょっと季節によって水の量って実はちょっと変わってくるんですけど、だいたいひとまとまりになったらもう OK なんだけど、 140cc で入れても全然足りないなと思ったらちょこっと少量ずつぬるま湯足してください。であまりその時に足しすぎには要注意です。はい、ちょっと粉っぽさが残ってる程度で、もうちょっと足りんな、もうちょっと入れたいなっていうぐらいの時に、それでもちょっとしばらく1分近く回しといてみて、でそれでもやっぱり足りんわって思ったらちょっと追加する感じで、急いで追加してしまって入れすぎたってことにならないように、そこはちょっと要注意です。でひとまとまりになったからだいたい 3,4 分こねていきます。はい、そしたらね生地がだいぶこうやってちょっとツヤが出てきたら OK なので、生地をこねるのができました。そしたら次にクッキングシートを準備して、クッキングシートを中フライパンに敷きます。はい、でそこに今こねた生地を入れますね。一応この外から中へってって生地をこうやってやるといいので、よいしょ。はい、でもこうやって感じでまとめて、はい入れます。そして蓋を閉めて、はい、ここで保温の50度から55度で15分から20分、生地がだいたい2倍近くまでなるまでちょっと様子見て、15分で、足りなかったら追加で20分ぐらいしたいと思います。はい、そしたら結構大きくなったので発酵 OK です。だいぶ大きくなりました。で取り出してちょっとガス抜きっていうか空気抜きたいと思います。ガスか。はい。で避けといて、そしたらこれを、余裕があったらちょっとしばらく休ませとくといいみたいけど、このままいきます。はい。でちょっと心配な時はここちょっと打ち粉みたいに、でもあんま質がなさそうな生地かな。はい。で綿棒で伸ばします。で今からベーコン包むんですけど、ベーコンが入るサイズ横幅ぐらいに伸ばしていきます。
はい、こんな感じで伸ばしてみました。ちょうどこのまな板ぐらいの幅がちょうどいいかなって思います。そしてここにベーコンを8枚並べていきますよ。あら、2、4、6や8枚、1枚余りました。8枚で大丈夫です。はい、じゃあここにチーズを、はい、ピザ用チーズを散らしていきます。好きな人もっとたくさん入れてもいいですね。で、チーズをのせたらここにブラックペッパーをかけます。ちょっと好きなんで私たっぷりかけすぎ？はい、たっぷりかけました。はい、でここに巻いていきますね。よ、あ、すっごいいい香りペッパーのいい香りがしてるんですけど、よ、ぐるりと巻いていきます。はい、こんな感じに巻きました。はい、でちょっと巻き終わりをしっかりつまんでおきますね。ゆはい。で、包丁が登場で、これを8等分切っていきます。はい、8等分しました。そしたらさっきのフライパンを持ってきて、で、クッキングシートさっき使ったのそのまま使えばいいし、よいしょ、ちょっときれいに。はい、で先ほど切ったほらきれいちょっと整えてあげながら中に入れます。こんな感じですよ。こんな感じで収まりました。はい。で、2次発酵いきますよ。蓋を閉めて、ほんのまた55度で、これもまた15分ぐらいで様子見て、15分から20分っていう感じで、はい、2次発酵入ります。はい、では2次発酵が、今これでどうかな、20分、15分過ぎて、でちょっと膨らみ足りないなって思ったんで10分ぐらい延長してます。はい、でこんな感じで 1.5 倍ぐらいにはなったかな。はい、1.5 倍からちょっと2倍になるといいけど最低このぐらいに膨らむといいと思います。でなんか最後あんまり膨らみにくい時ってやっぱこの2次発酵がちょっと足りんかなって思います。私もうちょっと素人なんであれですけどやっぱり発酵足りんなと思ったらちょっと時間かかるけど、もうちょっと私はいつも私の場合追加してやってます。はい、である程度膨らんで2次発酵も膨らんでから焼きに入るようにしてるので皆さんなんか各自いろいろ試してみてください。多分ねパンっていろいろ難しいと思うんですよ。ちょっと私のやり方もすごい素人なんでだけど、このツールがあれば簡単にできるんで私はそれをお伝えしたくて動画作ってるんですけど、でちょっとした私の中でのやってる上でのコツとしたら2次発酵ちょっと足りなかったら追加してやるっていう感じでぜひやってみてほしくて、で2次発酵が終わったから次はこのまんま止めてプレート170度、はい、でスタートして焼いていきますね。まず12分、はい、12分いきます。いってらっしゃい。はい、今プレート170度で12分経過したんですけど、その後このまま6分放置しておきます。で6分終わったら次にまた170ひっくり返してっていう作業に入っていきます。はい、6分経ったのでじゃあ開けますね。でひっくり返すのにクッキングシートもう1枚用意します。はい、開きます。じゃん。はい、でここに塩をのせて、
ます。せーの。こういう感じ。そしてよっ。はい、プレートの170度で6分です。で6分経ったらそのまま放置で5分経てば出来上がりっていうことになります。はい、5分経ったんで出来上がりです。オープンじゃん美味しそうにこんがり焼けました。フライパンから取り出して粗熱を取ったら、出来上がりです。完成。はい、ベーコンペッパーロールが出来上がりました。簡単でしたよね。ちょっと食べてみたいと思います。これ8つをこうやって入れてあるから、こうちぎりパンみたいな感じでちぎって食べれてちょうどいいですよね。いただきます。美味しい。なんかちょうど中のチーズがいい具合に出て香ばしくなってるんですよ。私それが大好きでめちゃくちゃ美味しいです。今日はベーコンとペッパーなんですけど、ここに例えばあんこ入れたり、あとシナモンシュガーでシナモンロールにしたりとかいろいろアレンジができるのでやってみてもらいたいと思います。で今日やったみたいに中フライパンだけでこうひっくり返してできちゃうので、手軽にオーブン使わなくてもできるっていうのがすごく手軽かなと思います。もっと本格的に焼き上げたい人でお家にオーブンがあれば使ってもいいと思うんで、そこはご自由にやってもらえばいいんですけど、工程もフードプロセッサーでこう全部生地こねてくれるから手軽にパン作りがトライできると思うので、ぜひこれチャレンジしてみてもらいたいなと思います。はい。でこういったパン料理こういったパン作りとかスイーツとか簡単なお料理とかひろこパンチャンネルで発信してますので、ぜひ見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。でベーコンパンをロールパン作ってみたいと思った方は高評価ボタンも押していただけるとすごく励みになります。それとひろこパンはインスタグラム、Twitter、TikTok各 SNS 今すごく頑張ってます。特にインスタグラムと TikTok の方はこう15秒で簡単に盛り付けの仕方とか簡単料理とかをやってるので、そこもちょっと要チェックです。はい、ぜひ応援してもらえると嬉しいです。はい、ということでまた次の動画で会いましょう。